今回はこの2つのエポキシパテを使ってパテ盛りをしていこうと思うんですけども、中身どんなのかっていうと、これがウェーブさんのエポキシパテで、こっちがタミヤさんのエポキシパテですね。どっちも同じような色ですね。じゃあ早速やっていきますね。エポキシパテは主材と硬化剤っていうのが入っていて、どっちが主材か硬化剤かわかんないんですけど、これをですね、同じ量取って2つ混ぜるっていう、そういう使い方をするんですね。で、同じ量をこんな感じで適当に切り分けて、余ったやつはこのままだとなんか硬化しちゃうのかな。まあいいか、とりあえずジップロックに入れといて、今練ってる方はタミヤさんのエポキシパテなんですけど、これですね、すごいベトベトしてて手が荒れるそうなんで、本当は手袋をして練った方がいいそうです。で、よく混ぜて、ソフビにですね、こう盛るんですけど、結構ですね、これベトベトしてるので、かなり食いつきはいいと思うんですよね。でこんな感じで持って盛りますと。このパテベトベトしてるから、このベトベトした状態でいろんなところを触るとヘッド汚れちゃうんでですね、あんまり多分やる人っていうのは本当少ないんじゃないかなと思います。あと一番のネックの色の違いですね。これが、このパテだと色を塗る、色をちゃんと合わせるっていう行為が必要になってくるんで、二度手間なんですよね。このエポキシパテはドールのカスタムで言うと、口の中を作る時ですね、ベロとかそういう時によく使われますよね。私は樹脂粘土を使ってこう手軽というかサクサクっと作っちゃうんですけど、樹脂粘土は引けが多くて大きさがだいぶちっちゃくなっちゃうんですよね。そうするとスカスカになったり、なんかバランスが悪かったりするんで、多分ディーラーさんはこういうエポキシパテを使ってるんじゃないかなと思います。約6時間ぐらいで完全硬化するって書いてあるんで、これからしばらく置いとかないといけないんですよね。でまたですね、この凹凸があってパテを塗ると、いわゆる6時間固まるまで待たなければいけないんで、こういう硬化時間が長いパテはなるべくですね、その1回で済むようにちょっと多めに持っていくっていうことをやると思います。でタミヤさんの方はこんな感じですね。じゃあ次はウェーブさんのをやっていきましょう。今日同じなんですけど、はい、こちらも同じようによく混ぜます。ウェーブさんのエポキシパテはタミヤさんのものに比べるとベタつきは少ないようです。同じようにですね、持ってみますね。こっちのウェーブさんのパテはベタつきが少ないので、ちょっと食いつきというか張り付かないですね。
これヤスリで削ってあるんですけど、そんなに食いつきは良くないですね。固まると違うのかな。ウェーブさんの方はですね、うまく盛れないので、このままですね、6時間硬化させて、また削ってみたいと思います。はい、6時間経ってですね、パテがカチンカチンに固まりました。これで完全硬化してるんじゃないかなと思うんですけど、ナイフで削っていくっていうのもいいと思うんですけど、ちょっとくぼんでるところとかはナイフで削りづらいんで、今回はルーターでですね、ガリガリ削っていこうと思います。削る前に気づいたところがあって、ウェーブさんのパテはですね、ちょっとこれもうすでに剥げてますね。これ固まってる時にパテの収縮があったかと思うんですけど、ちゃんとくっついてないんで、ちょっと剥がれてますね。削っていくうちでまたどれだけ剥がれてるのかっていうのは確認していきたいと思います。とりあえずこっちは大丈夫ですね。はい、こんな感じで削ってみました。やはり一番の課題は側尾の色と全然違うところですね。ウェーブさんは柔らかい色なんですけども、やっぱり色違うので、ここから色を合わせるとなると、この側尾用の V カラーシンナーっていうのがあるんですけど、それで塗るか、ネットの情報だと肌色の瞬間カラーパテをこの目のところに塗って肌色に見せるっていうのがありました。その場合、ここにパテを乗ってまた削るっていう作業が必要なんで、二度手間なんで、私はちょっとやらないんですけども、色さえなんとかすれば、エポキシパテでのパテ盛りっていうのもありなのかなと思います。一応強度もですね、こういう、このぐらいの、伸縮ですかさせたり、愛を裏から押さえつけても、割れたり剥がれたり、こっちはちょっと、ウェーブさんの方はちょっとやっぱ剥がれますね、ここ。こっち結構柔らかいんですよ、ウェーブさんのパテって。だから削ってる時もすごい、ポロポロっと欠けちゃりするんで、そういう強い力には弱いんですよね。瞬間カラーパテと、レジンとエポキシパテでしたら、一番エポキシパテが弱い、柔らかい素材ですね。なのでこういうのでちょっと削っただけでも傷がつくんで、あまりヘッドの加工には向いてないと思います。プキシパテで口の中を作る動画も作ってるので、そういったのは有効だと思うので、パーツを作る動画もお楽しみにお待ちいただければと思います。はい、以上で動画終了でございます。今回も動画をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまたね、バイバーイ。